皆さんこんにちは。猫吉こんにちは。坊ちゃんもこんにちは。さて今回はまたプチ DIY で前に妻の家の庭に作った洗濯物&布団干しステーションのプチ改造をしようと思います。というのもちょっとね、先日妻からの相談で少し洋服を干すところの高さをね上げられないかという相談がありまして、で確かにね、あの干し場あまり高いと布団とかマットとかをねかけるのが大変かなと思って、僕のこの家の裏庭に作った干し場よりも少し高さを低く作ってるんですよね。もちろん最初に妻にどのくらいの高さにするのかっていうのをね現場で聞きながら確認して、その高さに作ったわけなんですけど、まあ実際作って使ってみたらですね、結構妻って女性にしては背が高い方なんで、布団とかマットを干す分には問題ないんですけど、長物の洋服なんかをハンガーにかけて干す時に物によっては結構地面ギリギリになっちゃうということで、かける部分の高さを上げようかなと思っています。でちょっとね説明するのに印刷して持ってきたんですけど、こちらが妻の家に作った洗濯物&布団干しステーションになりますね。 2.5 メートルの単管パイプを4本刺してクランプでこうやってね枠型に組んでいったわけですね。で洋服をかけるところがねちょっと見づらいんですけど、ここにあるんですよね、細いパイプが。まあここにかけようと思えばねかける方法はいくらでもあるんですけど、とりあえず気軽にポンポンかけれた方がいいなということで、ここにね細いパイプを、これたるき止めクランプを使って下からビスで打ち付けてね固定してあるんですね。これがね妻の長物のワンピースとかの長いのとかかけると結構下ギリギリになっちゃうということで、まあこれをね上げようと思うんですけど、これを上げるにはねもうこの4本のパイプを全部長くしないといけないので、これが 2.5 メートルだから3メートルを買って、まあ刺し直してもいいんですけど、そうしたらこのパイプが全部これ無駄になっちゃうんで、今回はここからねジョイントするっていう方法をねお見せしようかなと思います。はい、というわけで買ってきました。こちら1メートルの単管パイプと、こちらが単管ジョイントになりますね。一応今回はこの1メートルの単管パイプを半分に切って50センチずつジョイントしていこうと思うんですけど、このね単管ジョイント、こちらちょっとね説明すると、正式名称 C 型ジョイントって書いてあるんですけど、これはねここのボルトを回すとこの上下のパーツが開いていって、この単管パイプの中で開いてがっちり固定されるっていうね、そういうものなんですけど、ちょっとやってみますね。まあ、ジョイントする時はねこうやって左右に単管パイプを入れるんで、入れてからこの真ん中のボルトを右に回していくと、よいしょ、もう開きましたね。開いて固定されました。でも抜けないですね。まあ実際はもう少しねよく締めて完全に固定するんですけど、まあこんな感じで単管パイプはジョイントできます。で外す時はこのボルトを緩めればこのねロックが解除されて外せるという感じですね。で注意してほしいのがね、この単管ジョイント似たようなのがもう1種類あって、そっちはこのボルトがついてないんですよ。でそれはねただこうやって刺すだけだけど、結構それはねプラプラなんで、もうこうやって引いたらすぐ脱げちゃうような感じなんですよ。でそれを固定するにはこういうとこねタッピングビスとかでバーって打って固定するんですけど、まあそういうのはねちょっと DIY では使いづらいので、こっちのボルトタイプの方が使いやすいですね。というわけで今回はこちらを使ってちょっとね洋服をかけるところの高さを上げたいと思いますので、まずはこの単管パイプを半分にカットしたいと思います。はい、そうしたら単管パイプの切断なんですけど、単管パイプを切るにはねこういうちょっと大きいけど高速カッターっていう機械をね、高速切断機かっていう機械を使います。こういうね大きい砥石のついた機械ですね。で別にねこういう手で持つグラインダーでも切れなくはないんですけど、まあこっちの方がねまっすぐ簡単に切れるんで、これを持ってる人はだいたいこれを使って切りますね。でこれは長さが1メートルなんで50センチのところに印をして、
で結構これね音がうるさいんだけど火花も飛ぶしね。結構単管パイプはねめちゃめちゃ硬いんで、まっすぐ切るにはこれが一番ベストですね。ではいきます。で結構ねここでバリ取るとね、そういう使い方は危ないんですって言ってくる人がたまにいるんですけど、そんなねこれが破損するほどこんな押し付けてやる人はそうはいないんでね、この刃先でね軽くこう削るだけなんでね、それでこれが破損するってあるっていう人いるんだけど、これね厚みとかもあるんでね分かって使ってるんで。はい、そうしたらねこういう鉄鋼のヤスリ、ちょっとこれ先端折れちゃってるけど鉄鋼のヤスリで、内側もねで外側もちょっとバリを落として、はい、というわけで1メートルの単管パイプを50センチでカットしましたけど、ここがちょっとね大事なところで、前に単管パイプの説明をした時に、単管パイプは外にもう何年もなんなら10年とか出しておいてもほとんど錆びることはありませんってねお話をしたんですけど、このカットした部分っていうのはここは錆びます。っていうのはここはねメッキが剥がれてますからね、切断したんで。だから、今回は縦にねこうやってジョイントするんで、ここにキャップをかぶせてもいいんですけど、というか別にねここがちょっと錆びたからといって何か強度がね著しく劣るとかってことはないんで、そこまで別に気にしなくてもいいかなとは思うんですけど、一応ねここのカットした部分っていうのは、はい、こちらこのねジンクスプレーっていうのをかけておくと錆びなくなります。これ何のスプレーかっていうとね、亜鉛メッキのスプレーなんですよね。亜鉛メッキをして要は酸化するのを防ぐっていう、そういうスプレーなんですけど、これね今結構高くてホームセンターだとね2000円以上するんですよ、このサイズで。だけどね一応今回動画なんでちゃんとやろうと思って買ってきたんですけど、ただね買ってから気づいたんですけど、うちにね古いのがあったんですよね。昔よく使ってたんですけど、もうないかなと思って新しいの買ったらまだありましたね。ただ10年以上使ってないからどうかな、出るかな。出ますね、出ますんで、この古いのを使っちゃおうと思います。せっかく新しいの買ったんだけどね、もう使うことそんなないかな。というわけでちょっと裏庭で塗装しようかね。はい、そうしたらこっちですね。それでは塗装していきます。塗装するって言ってもねこのカットしたところだけなんで、こんな感じでこんな感じでね、あんまり出ないな。出が悪いなやっぱり。一応ちょっとね少し出が悪くてダマになっちゃったとこあるけど、一応こんな感じでカット面に薄く吹きかけて 2,3 回重ね塗りすれば OK なんで、一旦これで乾かします。いいですね。しっかり乾きました。これで切断面に亜鉛メッキが乗りましたので、
もう錆びるっていう心配はほぼほぼなくなりましたね。それではこれからこのカットした単管パイプとジョイントを持って妻の家の洗濯物&布団干しステーションに取り付けたいと思います。